はい、皆さん、こんにちは。ときまるです。はじめましての方は、ようこそ、ホワイトボックスへ。私はこの何もない部屋で、持ち物を55個で今暮らしています。このチャンネルでは、そのような、ちょっと変な、変な人の様子、エクストリームミニマリストの様子をお届けしています。なんかよくさ、シンプルライフとか、なんかそういうミニマリストの暮らしみたいなやつありますけど、そういうちょっとおしゃれな感じは、このチャンネルには期待しないでください。もうずっと見てくださってる方多分もうわかると思うんですけど、ちょっと頭おかしいです。はい。頭おかしい感じになってるんで、そういうおしゃれな感じとか、シンプルライフとか、優しい感じはないです、ここには。どちらかというと、ストイシズムっていうか、ストイックで、刑務所だと言われれば刑務所かもしれない。監獄みたいだねってよく言われたりとか、ここで本当に暮らしてるんですかとか、大丈夫ですかとか、なんかそういう心配されたりとかね。そういう感じで、私は生きてます。はい。ここ数年っていうか、30数年生きてきました。はい。で、今日もネスカフェ飲んでます。で、皆さんも、ネスカフェ飲みながら、うん、あの、エクストリームの公式ドリンクに今なってるんで、この時間帯的には、お酒の方もいるかもしれないですけどね、何かしながらとか、ちょっと緩やかに、ラジオ感覚で聞いていただけると幸いです。今日も、ネスカフェ飲んでるってことはもう雑談会なんで、今日も。はい。雑談していきます。で、朝ね、今練習を終えて、ヨガの練習をしました。ここで。で、今日は、ちょっとなんかこの辺の肩が痛くて、で、いつもね、フルプライマリーっていう練習をフルでやるんですけど、今日は、ちょっとスタンディングだけやろうかなと思って、始めたんですけど、結局ね、ハーフまでやりましたね。なんかね、この骨っていうか関節と骨の、中のちょっと違和感みたいな、寝違えたのかわかんないけど、があって、でも結局、そのスタンディングまでって思ってたけど、ハーフまでやって、フィニッシングで終了しましたね。はい。なんか、僕の先生がよく言ってたのが、ヨガの筋肉痛はヨガで治るっていうことをよく言ってたんですよね。だから筋肉痛は割とそのヨガで治るんですけど、気にしないんですけど、関節とか骨とか、なんかちょっとそういうところに違和感があるときは、ちょっと練習をソフトにっていうか全部フルフルでやらないようにしてますね。で、ちょっと様子を見ながらやっていくっていう。筋肉痛の時は全然もうやっちゃってね。うん。やっちゃって、そしたらそれが結構回復したりするんですけど、やっぱ関節とか骨っていうのは何かちょっといろんなところに負荷がどういう風にかかってるかっていうのがわかんないんで、優しくやりながら様子を見るっていうのが大事かなっていう、そういう感じですね、最近は。で、今日はタイトルがね、ちょっとどういう風になってるかわからないんですけど、捨てないでっていう、捨てないでっていうちょっとテーマでお話ししていきたいと思います。ほら、ザードの曲にあるじゃないですか。負けないでって。あれ、あんな感じですよね。じゃ、じゃ、じゃ、じゃっていう、吸ってないでって感じです。吸ってないでもう少しって感じです。最後まで使い続けてって感じです。あれ結構ハードロックでね、多分2000年代の曲だと思うんですけど、ザードって結構ハードロックなんですよね。バッキングが。もう80年代、90年代の流れを組むような、結構だからハードでバッキングが。で、そこから入ってくるんで、全くそれは関係ないんですけど、よくミニマリズムとかミニマリストっていうと、とにかく捨てろみたいな感じじゃないですか。で、僕も実際言ってますよ。このチャンネルで。物捨てましょうって。どんどん捨てていきましょうってこと言ってますけど、それももちろん一つあるんですけど、僕はそんなに簡単に捨てなくていいかなっていうか、長く一つのものを使い続けるっていう方向性が、実は好きで、そっちの方が。なんだろうな。
一つは、なんかその地球に優しくしようとか、物を大切にしようとかっていうところもあるとは思うんですけど、でも本音を言えば、なんていうかな、こう、味が出てるものが好きなんですよ。いわゆるそのスルメ系っていうか、のアイテムってあるじゃないですか。その使えば使うほど、こう雰囲気が良くなっていったりとか、エイジングしたりとか、で、ずっと写真とかやってきたりとか、あとはその前は本当は僕、楽器ですね。あの、楽器を作る人になりたいってずっと思ってたんですよ、子供の頃。ギターとか、バイオリンとか、そういうこう職人さんですね、いわゆる。で、そういうものっていうのはその人に使われて、使い込まれれば込まれるほど、その音が良くなっていったりとか、で、雰囲気が良くなってきたりとか、で、なんか職人さんが持ってる道具とかもすごいかっこいいじゃないですか。なんか、ああいうなんか、エイジングしたものに対する憧れが結構あって、うん、だからなんか、同じものを使い続けてる人、うわ、かっけーって思うんですよね。で、これミニマリストの人たちにも結構そういう派がいて、もうなんか10年前から使ってる靴下とか履いてる人とかいるじゃないですか。僕はほとんど、参照してるとか見てるのは海外のミニマリストのチャンネルなんですけど、やっぱり結構海外の人たちっていうのは本当になんか実用主義っていうかな、本当に自分がもう、新しいものなるべく買わずに自分の持ち物でずっとやっていくみたいなスタイルの人多いんで、で、例えば僕が使ってる紀ノ国屋ジップウォレットとかもそうですけど、なんかああいうビニールの財布も、もうなんか簡単に壊れそうなんだけども、かなりね、長く使えるんですよ。で、使っているとすごく味が出てきて、これなんか、いつのみたいな。これもう3年くらい使ってないみたいな感じになってくるんですよね。そういう雰囲気が好きで、とにかく。でもね、日本のっていうか、最近の傾向としては、やっぱりいろんなファッションにしても、何にしても、いわゆるサイクルが早いじゃないですか。いわゆるファストファッションの台頭で、もうとにかくシーズンごとに買い替えるとかね。で、あと物も全部アマゾンでとりあえず買えるから、アマゾンで買って、なんか安いものを適当に。で、それをささっと使って、あ、壊れちゃった。で、もう一回また買えばいいやっていう、なんかそういうもう消費のサイクルにみんな巻き込まれてて、いるじゃないですか。ユニクロしか着ないとか、例えばね、H&M しか着ないとかみたいな人。で、僕はもうユニクロはもうやめましたっていうか、もう一切持ってないです。服は。ユニクロの製品は一つも今持ってない。うん、なんかね、まあ、これいろいろ理由あって、ちょっと、YouTube ではあんまり言えないんですけど、うん、まあ、いろいろあったんですよ。で、それ以来、僕はもうユニクロの製品を使うことをやめて、で、今まあ、その持ち物55個しかないんで、基本的にもう服も全然ないんで、その中にそういうこう、ファストファッション的なものはあまり入ってないって感じです。で、ずっとね、同じ服着てるから、これジャルジャルのコントかと思ったっていうコメントこの間書いてくださってる方いたんですけど、これものすごく面白くてっていうか、僕も結構好きで、ジャルジャルさん。で、結構近しい友達からもね、言われたことあるんですよ。うん、なんかジャルジャルだねって、ずっと僕が同じ服着てるから。で、僕のチャンネル見てもらうとわかるんですけど、まあ確かに自分で見ても、ずっと同じ黒い服着てるから、これなんかほんとジャルジャルだなっていうふうに思ったんですよね。でもね、ジャルジャルではなくて、ただ服を持っていないだけっていう、うん、ただそれだけです。うん、二つしか持ってないんで、それを着てるから、もう毎回同じ服になって、コントみたいになっちゃうって。うん、そうなんですよ。で、捨てないでって話なんですけど、だからそういうふうに、日本ではまあそういうサイクルが早いっていうかもう何でも買えるから、とにかく買って捨てればいいやみたいな雰囲気が最近の傾向だってこと。で、多くのミニマリストの人たちとかシンプルライフの人たちは、割とそういうそっち系だっていうことです。はい。安いもの買ってどんどん回していくみたいな感覚。でも僕は、まあでも安くてもいいと思うし、その値段は関係ないと思うんですけど、なんか一つのものを使い続けるっていうのが割と好きですね。で、再評価するっていうことなんですよ。多分持ち物を。自分が持っているものを再評価する。で、これ必ず、
皆さんたくさんもうすでに物を持ってると思うんですよね。で、それを捨てようと思って捨てるのはもちろんいいんですけど、取っておくっていうのは意外と大事なんですよ。で、それはもういついつ使うかわからないから。これ言ってることすごい矛盾するんですけど、よくこの先使う予定がないとか、いつか使うかもしれないっていうものは捨てようっていう話をしてるんですけど、でもね、それは自分がそのものを保管するスペースの余裕があるのであれば、取っておいていいと思います、僕は。で、この捨てること自体を楽しんでるとか、持たないことを楽しんでるようなエクストリームな人たちは、いかに少ないもので生活するかみたいなね、自分みたいな感じの雰囲気であればいいんですけど、そうでもなくて、ただ普通に少ないものでストレスなくシンプルに暮らしたいなっていう人は、なんかこの捨てようかなって迷ったものを必ず捨てるみたいな、その機械的に判断するんではなくて、ちょっとね、スペースがあるんだったら取っておいていいと思うんですよ。で、僕自身の例でも言うと、やっぱ山道具とかキャンプ道具とか、そういうものを手放して、で、また結局それを今度使うタイミングが来てしまって、で、もう一回同じようなものを購入するっていうことがあります。何度もそういうことやってます。だからね、で、それって、あと時代によっても変わってくるし、自分の年齢とかその時期によって、今は全然持たなくていいなって思っていたものが、1年後、あるいは2年後、5年後の自分は、それを結構欲する人になってるかもしれないんですよ。で、本当にもう、1年っていうかもう本当に3ヶ月ぐらいで人って変わるんで、本当はもう毎日変わっているんですけど、感覚っていうのは。気づかないだけでね。だからそれを持っておいて、で、いつか使うっていうものを再評価していくっていうか、あと今持っているものを、もしかしたら昔は使わなかったけど、今だったらものすごくそれを価値あるものとして使うことができるっていう可能性もあるんですよ。なんで、ミニマリズムっていうのは単純にだから物をバンバン捨てていくだけじゃなくてね、自分が持っているものを再評価する。今あるものをもう一度見つめ直してみるっていう、その行為とか過程の方が僕は大事だと思ってます。そう。だからそれはもう物じゃなくて人間関係とかもそうですよね。ずっと一緒にいるさ、その腐れ縁みたいな人たちいるじゃないですか。ね、なんか幼馴染とかで、小学校とか、なんか幼稚園の頃からずっといますみたいな。こいつとは離れられないんだよねみたいな。でも、なんとなくそういう人たちのことをあんまり考えないようにしてるかもしれないけど、もう一度考えてみて、再評価してみる。と、新たな気づきがあったりとか、新たないいところを発見できたりとか、するんですよね。だからそれも本当にもう物とか人とか関係なしに、やっぱり今あるもの、自分の半径3メートル、5メートル以内のものを再評価していくっていうのが大事だと思ってます。はい。あとはそこからちょっと派生するような話で、話をすると、こう考えてみてください。もう自分は必要なものを全て持っているっていうふうに考えてみてください。実際そうじゃないですか。で、これ例えばミニマリストになりたいって思ってる人で、持ち物を減らしたいって思ってる人がいるとします。で、このチャンネル見てくださってる方はそういう方多いと思いますけど、例えば僕が持ち物リストをですね、今公開してるんですけど、ノートの方で公開してます。55個って公開してます。で、僕が持ってる55個の持ち物。で、今皆さんが持ってる何個かわからないけど、そういう持ち物があります。多分、もちろん少ない人もいるだろうし、多い人もいるかもしれない。でも、ある他の人の持ち物を見て、その人が55個で暮らせているんだったら、自分は何個持ってて、それでもう暮らせてるわけですよね。で、それより少ないもので暮らしている人がいるわけだから、もう自分が持っているものっていうのはもう生きるに十分であるっていうことなんですよ。だから他にもう買うものはもうないってことですよね。そうなると。で、僕もそういう風にして、これまで物を減らしてきました、実際。
例えばその海外のね、だから今までその、いろいろ参照してきたミニマリストの方の持ち物リストみたいなものをやっぱこう眺めるじゃないですか。で、それとね、自分の持ち物を全部照らし合わせてみて、スマホある、はい、三脚ある、カメラある、T シャツある、パンツある、みたいな感じで全部一個一個照らし合わせてみて、でもこの人は、参考にするミニマリストの人は持っていないけど自分は持っているっていうものがあると思うんですよ。で、それはじゃあ本当に必要なのかっていうのをそこで考えてみたりとかね。だからもう必要なものは全て持っているってことなんですよ。だからもうそれ以上買うものはない。そう考えたら楽になりませんか？もうこれから生きる上で今持っているものがもう全てなんですよね。で、それ以上に欲しいって思っているものっていうのは何のために欲しいと思ってますか？それは見栄のためだったり、何かこれを持つことで自分がもっとおしゃれになるんじゃないかとか、高い服を買うことによって自分がもっと見栄え良くなるんじゃないか。もちろんそういう考え方は全然ありです。ただね、それが本当に必要かっていうのを考えてみてください。今それで生きれてるってことは、それ以上余計なお金とか余計な労力を買うことにかける必要はない可能性もあります。まあこれは人によって本当にケースバイケースなんでね、いろんな事例があるんで、断定はできないんですけどね。だから僕もそんな断定はしたくないんですけど、持っているものっていうのは、もう十分であるってこと。それはね、自分のね、持ち物でもう一度、確かめてみるといいんじゃないかなと思います。まあちょっといろいろ話それましたけど、今日はそんな感じです。で、ちょっともう2週間ぐらいかな、10日ぐらい経つんで、前回の家具なし生活の様子をお届けしてたと思うんですけど、次回は多分それの結果というか、まあちょっと自分の気づき、家具なし生活をしてみての気づきの共有になるかと思います。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。いろいろね、コメントとかもいただいてますけど、はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。で、最近は、ポッドキャストでも、モーニングレディオって言って週に3回放送しているのと、あとこの YouTube はだいたい今週に2回ぐらいのペースになってますね。で、週に1回、メールマガジンを発行しています。そちらもいろいろミニマリズムとかヨガとか、自分の生活からの気づきを共有していますので、気になる方はね、ぜひ、無料ですので登録してみてください。はい、じゃあ今日はそんな感じで。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。